開会に先立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可することとしますので、ご了承ください。ただいまから令和6年教育委員会第6回定例会を開会します。今回の書面員は長崎委員にお願いします。本日の議事日程をご覧ください。日程第一、決事項のうち、幼稚園教員、普段中等教育学校教員の採用等につきましては、人事に関する案件のため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項の規定により、秘密会として取り扱いをしていただきたいと思いますので、決を取ります。秘密会で取り扱うことに賛成の委員は挙手をお願いします。はい。全員賛成です。それでは本件については会の最後に取り扱います。それでは日程第一、議案事項にあります。議案第9号、承諾指定文化財の新指定につきまして、文化振興課長、説明をお願いします。はい。それでは、資料に基づきまして、議案第9条、承諾指定文化財の指定につきまして、ご説明させていただきます。前回の教育委員会定例会でご協議させていただいた、今年度の令和5年度の空指定文化財について、議決をお願いするものでございます。お配りしております資料に基づきまして、改めて、ちょっと簡単ですが、ご説明の方をさせていただきたいと思います。今年度の指定文化財につきましては、下記2件を指定させていただきたいと考えております。1つ目は、千代田区指定有形文化財書籍、憲本牧書掛軸比叡神社、山岡鉄舟筆一幅と。2つ目が、千代田区指定有形文化財、古文書、今川工事共同建築関係文書2点でございます。まず、議案の、1点、前回のやつで。これだけ。これだけで。これだけでいいですか。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、説明以上でございます。よろしくお願いいたします。前回、協議をさせていただきました、この2点でございます。ここで何か、ご質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは、こちらは議案ですので、採決を取ります。賛成の教育委員は挙手をお願いします。全員賛成により可決されました。続きまして、議案第10号、千代田区文化財保護審議会の委員の職につきまして、文化振興課長、説明をお願いいたします。はい、それでは、議案第10号、千代田区文化財保護審議会委員の委嘱につきまして、ご説明をさせていただきます。1名、文化財保護審議会の方が、辞任をされると、今年度いっぱいで辞任をされるということで、そちらの先生の代わりになる先生ということで、今回、こちらの資料、瀬戸口隆一先生を新たに委嘱したいと考えております。専修大学の大学史資料室の室長で、専門が日本史、近代史ということで、来年度、令和6年4月1日から残任期間の令和7年3月31日までを改めて委嘱したいと考えております。こちらですが、経緯につきましては、令和5年の5月に吉良義恵委員から一身上の都合で任期途中での辞任の申し出があったということで、そちらを受理しまして、事務局で公認候補の方を検討した結果、吉良委員と同じ専門分野、日本近代史を専門とされる瀬戸口隆一さん氏に、審議会の委員を務めていただきたいと考えております。ご退任される吉良委員につきましては、日本女子大学の名誉教授で、研究テーマが日本近代史また幕末史、地域史博物館学をやられて、平成23年から、ずっと保護審議会委員をやっていただいておりました。で後任の、瀬戸口隆一氏でございますが、研究テーマが日本近代史、教育史、また大学史ということで、
今、区としては文化財の保存活用地域計画の策定委員を務めていただいております。選定の理由でございますが、瀬戸口市のご専門は近代教育史及び地域史ということで、特に近年では区内大学の学生外形成の過程に関する科研費を取得し、千代田区の地域に関わる歴史を研究されているということで、神保町の古書店街、または学生街の形成に関する知見をもとに、さまざまご指導をいただいているところでございます。以上より、文化財の保護審議会の委員として、ふさわしいと考えております。紙面に行きまして、今現在の委員名簿でございます。委員の方々7名おらっしゃいまして、ここのナンバー3番、平義恵先生が今回退任されるということで、専門が日本史の近代史といったところもありまして、今回、瀬戸口先生の方にお願いしたいということで、ご議決賜れればと考えております。説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。キラ委員の後任として瀬戸口雄一先生ということで、瀬戸口隆一委員ということです。同じ専門分野、それから千代田区にもすでにいろいろ関わっていらっしゃる方ということで、後任ということでございます。これについて何かご質問ありますでしょうか。はい、またね、どうぞ。直接関係ないかもしれないんですけども、この審議員さんというもの年齢の上限っていうのはあるんですか。どうでしょうか。はい、普段設けているものではございません。今現在、近年齢的には60後半ぐらいかなっていう感じですが、先生は75歳って書いてある。そうですね。はい。その辺のところ。はい。そういったところも、例えば、この山崎先生は、50代、50代であったり、ある程度バランスを持って、配置しているつもりではありますが、それぞれの専門分野で、ちょっと、千代田区のためにっていう方もいるかいないかっていうところもありますので、ある程度そういったところも踏まえつつも、受けてくれる方がいるかどうかっていうところも、はい、考えながら、はい、選定をさせていただいております。はい、ありがとうございます。年齢ではなくて市場の都合ということでのご退任、はい、その通りでございます。はい。これは議案ですので、特に質問なければ決を取りたいというふうに思います。賛成の教育者は挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。全員賛成のように可決されました。次まして、日程を変更させていただきまして、先に日程第2の報告事項のうち、文化振興課の案件を先に取り扱いたいと思います。よろしくお願いします。千代田区指定文化財の指定にかかる諮問候補につきまして、文化振興課長、説明をお願いします。はい。それでは、資料の方は今度、令和6年度の千代田区指定文化財の諮問候補一覧ということで、現在考えておる調査候補物件でございますが、1番のナンバー1、2ということで、水野家震災アルバムと、九万世橋の親柱と欄干というのを考えております。でそれ以外にも、以前調査、候補物件として、現在も調査をしているものにつきましては、1、2、3の3件がおりますが、うちの学芸員の方でさまざま調査をして、研究をしてできれば、来年度中のスケジュールに合うものが、この1番、2番の水野家震災アルバムと、九万世橋の親柱と欄干というものになります。それではそちらの資料につきまして、簡単にちょっとご説明をさせていただきたいと思います。令和6年度の調査候補物件ということで、水野家の震災アルバムでございます。種別は有形文化財の歴史資料で、所在地は霞が関3丁目2番午後の霞会館で、所有者は水野克行様。数量は3点でございます。
こちらにつきましては、昨年の関東大震災100年展で、こちらの方も展示の方させていただいたものとなってございます。で、もともとこの水野勝国さんという方が、関東大震災発生時の水野家の当主でございまして、この勝国さんが写真を趣味として、震災直後の都心部、また神奈川県に足を運んだ、結果で被災地域をさまざま撮影したアルバムとなってございます。その中には区内を捉えた写真も確認されております。所見としまして、東京府や神奈川県を中心に未曾有の被害をもたらしました関東大震災の状況につきましては、当時の新聞、雑誌や、写真、絵はがきなどさまざまな資料を通して、知ることができますが、本資料の場合は、撮影者独自の視点による写真も多く含まれており、一般的に知られてない場面を捉えた資料も、数多く、区内をはじめ、被災の実態をさらに明らかにしていく上で、貴重だと考えております。また、他で確認されるアルバムと、比較しましても、撮影者の情報が、明確になっている点、またアルバムの中には写真とともに日付や撮影者のコメントも付記されているということで、アルバムの制作背景が具体的に分かるという点で、珍しい資料だと考えております。関東大震災は千代田区の街の変化に関わるものとして重要な歴史の一つだと考えておりまして、本資料はそういう意味で歴史の記憶、また記録をとどめるということで、区の指定文化財としてふさわしいと考えております。それが1点目でございます。続きまして2点目、旧万世橋の親柱と欄干ということで、種別は有形文化財の歴史資料、所在地につきましては、外神田2丁目16番2号の神田神社境内と、で、所有者は宗教法人神田神社、数量1基となってございます。明治5年、1872年に筋違い見附と橋が撤去され、見附の石垣を利用して、翌年には石橋が架けられました。明治の文明開化を象徴する西洋式の石橋として架けられた旧万世橋は、二連のアーチの姿から眼鏡橋と呼ばれ、東京の名所の一つとなっておりました。また、市区改正の事業に伴いまして、明治39年に旧万世橋は解体された後、地域住民によって親柱と欄干の保存計画が持ち上がりまして、神田神社の境内の中に、のみバレて、所の小中碑の外枠として移設され、現在まで保存をされているというものでございます。写真が見づらいんですが、具体的にどこかと申しますと、こちらが、先ほど申しました小中碑なんですが、この奥の、ここですね、奥の、欄干と親柱と、ちょっと、奥側にあるのでだいぶちょっと分かりづらいかなと思いますが、そういうふうに、今回見ていただければなと思います。で特に、今回、重要なものということで、明治の文明開化を象徴する西洋式の、旧万世橋は石橋建築の貴重な遺構と、また橋の解体に際して、地域住民の声によって、神田神社境内に移設保存されているということで、旧万世橋の歴史を知る上で重要だと考えております。それ以降のものにつきましては、お時間あるときにご確認をいただければと思います。私からの説明は以上でございます。ありがとうございます。2点ございました。写真とともに説明します。何かここではご質問ありましたらお願いします。またはい。この万世橋の親柱と欄干っていうんですか。これは今置いてある場所はすごく裏ですよね。裏の方ですね。はい。全然言われなきゃ分かんない場所なんですけども、これでちゃんとこう指定した場合になんかこう
看板出すとか、そういったものは考えていますよ。はい、ありがとうございます。基本的にはやっぱり説明版は設けさせていただきたいと思ってます。はい、ちょっと神田神社さんとちょっと相談しながらどういうふうにできるのか、少なくともせっかく指定しているので、何らかちゃんと説明版を設けさせていただきたいと思います。はい。石だから、劣化することはないと思うけどね。はい、できれば看板出していただくと、はい、また一つ名称ができるんでいいかなと思います。ありがとうございます。集落文化財指定というこういう看板、そうですね。はい。それさんと指定されたの。そうですね。ちょっとどこに置くのか、ちょっとまた相談なんですけど、はい。現場見てね。はい。わかりました。はい。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。続きまして、第9回千代田区子ども読書調査結果の報告につきまして、私、ご回答します。はい。それから文化財担当課長じゃなくて、文化振興課長でこれは、はい、図書館の方なので、はい、私の方から説明を、簡単にさせていただいた後に、指定管理者である、読書振興センターの神田の方から、ご説明をさせていただきます。まず、お手元の資料で、対話の方になりますが、こちらにつきましては、第1章ということで、調査目的、区立の小中学校に通う子どもの読書の状況や変化を把握し、今後の子どもの読書活動推進に関する施策に活用することを目的としています。また、調査で把握した読書状況を公表することで、読書に関しての子どもたちとそれを取り巻く大人たちの関心を高めて、読書推進につなげていきたいというふうに考えているものでございます。そのちょっと詳細につきましては、読書振興センターの神田の方から説明の方をお願いします。よろしくお願いします。千代田図書館の読書振興センターの神田と申します。今表示されております第1章の2番でございますが、こちら、調査の対象は、区内の小学校、中学校、中等教育学校の各学年1クラスの児童生徒の皆さんから調査を実施いたしました。ご協力いただきましてありがとうございました。次に4ページ目でございます。はい、その6番です。はい、前の月の1ヶ月間、アンケートを取った前の月の1ヶ月間で読んだ本の冊数のです。10冊以上と答えた小学生は 47%、中学生は 12.4% でした。0冊と答えた小学生は 3.6%、中学生は 16.3% でした。0冊と答えた割合が不読率と申しますが、昨年と比べますと、小学生は 0.6 ポイント減っております。中学生では 0.5 ポイント増えております。本調査では普段学校がに何をしているかも申しております。上に戻りますが、2ページ目、3ページをご覧ください。はい、学校がある日の時間の使い方を小学1年生から3年生が複数回答で、小学4年生から6年生と中学生は1つの項目について何時間使っているかを質問しました。小学4年生から中学生では、昨年は塾や習い事に費やす時間が2時間以上と答えた児童生徒が最も多い結果でしたが、今年度は1時間から1時間未満と答えた児童生徒が多くなりました。これはコロナ禍による行動制限が解除され、外での活動が活発になり、直接の独立に対する要因とは言いませんが、こういったことも参考にして考えています。次に電子書籍に関わるご報告です。5ページ目の7番をご覧ください。はい、小学生では 61.8% と調査をしまして最も高く、昨年よりも23ポイント向上しました。これは区立小学校で導入していただいております電子書籍の読モの利用がとても多くなったことが大きな要因と考えております。中学生では 23.8% の利用で、昨年に比べ4ポイントは減少しておりますが、先に述べましたように、外での活動が増えたことも減少につながっているかもしれません。区立図書館では、現在、入館者数を動画で企業活動する中で、ご自身のパソコンやタブレット、スマートフォンで閲覧できるウェブ図書館の利用が活動を行ったそうです。
紙の本を大事にし、現在の生活スタイルに合った読書の時間を作る仕組みを受け入れられてもらえるよう、図書館の運営に努めております。図書活動の推進には積極的に行ってまいりますので、ちょうどよろしくお願いを申し上げます。簡単ではございますが、はい、ありがとうございます。それでは子ども読書調査報告書の概要を説明いただきました。何かご質問ありましたら、お願いいたします。はい、はい、また、ね。はい。6番の前の月に読んだ冊数がこれ出てますですよね。はい、その中にこの電子書籍で読んだっていうものは、これは別に入らないわけですか？こちらにも含まれてるんですね。はい。4年と、令和4と5の比較があったんですけど、3年あたりと比べても3年、4年、5年とどんな感じですか？ちょっと資料なくても電子書籍に関しましては、やはり伸びてはいます。で、特に、先ほど申しましたように、単純に 23% 分、小学生では増えておりまして、世の中のお話を、各学校の先生からも聞きますけれども、そこの効果とてもあるんだなと思っています。はい。僕が導入したことはかなり読書量が。はい。先生いただいて。はい。小学校で図書室があると思うんですけれども、学校によっては今、普通教室が足りなくて、図書室がスペースがすごく狭くなってたりとか、廊下に本が配置されている学校もあったりして、普通にその図書室としてきちんと整備されている学校と、意外と廊下にあった方が手に取りやすくて、そちらの方が読むのが多いとか、なんかその辺、そのアンケートを取ってみて、何か違いというか、結果が分かってますか？じゃあ学校別には出してないと思うんですが、調査した上での感覚でもいいんですけど、はい。私も実際に図書室に行かせていただいているんですが、千代田区内には2校街角図書館を持っている図書館がありまして、そこにですね、廊下の本を読むなどのアンケートと出づらい。実際のところ、私が麹町小学校などで、本を取っているところが多いのは、感じているところで、その数字も取りたいところなんですけども、そうしますと、各学校別のアンケートを組み替えないといけないので、全体として取るのは、少々難しいかな。ありがとうございます。はい。電子書籍の、10月に1冊以上読書をした人の回答の中で、中学生の読んでいないという回答がとても多いんですが、これはたまたま10月だったからっていうことなのか、それとも何か他に要因があるのでしょうか。父さんの中でそれが読み取れたお話です。中学校、中等教育学校2校しかございませんので、もしかしたら行事などが関わっている可能性はあります。文化祭の時期であったり、体育祭の時期だったりっていうのはあるかもしれないですね。はい。他にご質問ありますでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、文化振興たちもご退出いただいて、ありがとうございました。4月からよろしくお願いします。それでは、議案事項に戻ります。議案第11号千代田区教育委員会事務局規則の一部を改正する規則につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。それではまず、前回の教育委員会で協議をさせていただきました内容について、再度確認をさせていただきます。まず、令和6年度における各部局の組織改正に伴いまして、教育委員会事務局内の組織に変更が生じたため、省の改正を行う必要があるという説明をさせていただいておりまして、改正例記といたしましては2本ございまして、千代田区教育委員会事務局所の規則、それから千代田区立児童家庭支援センター所務規定、
で、改正内容といたしましては、指導課に管理担当係長を創設する。それから、児童家庭支援センターに心理相談担当係長及び統括支援担当係長を創設するという説明をさせていただきました。後ほど児童家庭支援センターの所長から、児童家庭支援センターの所務規定については説明を差し上げますけれども、私の方からまず、こちらの千代田区教育委員会事務局所務規則の一部を改正する規則につきまして、再度ご説明を差し上げ、ご議決を賜りたいと考えております。先ほど説明を差し上げましたとおり、指導課に管理担当係長を新たに加えまして、業務をさせていただくというところでございます。説明は以上でございます。ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では何かご質問がありましたら、でしょうか。指導課に管理担当の係長が増えるということでよろしいでしょうか。はい、またどうぞ。これによって指導官の中もね、どこの課も大変なんですけど、指導官の中も特に大変だと思うんですけども、この係長の方が1人増えることによって、だいぶその仕事が振り分けられるというか、いくらかその働き方改革に関連するような形になってきてくるんですかね。はい。じゃあ、はい。子ども総務課長です。こちら今回管理担当係長を来ましたのは、管理係長にですね、指導課の人事であるとか、そういう事務作業であるとか、そういったものがすべて集中しておりまして、そちらをですね、集中をある程度避けるという意味合いもございます。管理担当係長の業務といたしましては、とりわけの ICT、学校の ICT 業務につきまして担当をしていただくというようなことを考えているところでございます。では仕事が割り振られて、働き方改革にもつながっていくということで、理解できましたか。はい、わかりました。ありがとうございました。よろしいでしょうか。他にございますか。よろしいですか。はい。では、こちらは議案ですので、採決をいたします。賛成の教育委員は挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。全員賛成にされました。続きまして、順番前後して関連する案件を取り扱います。議案第14号、千代田区立児童家庭支援センター所務規定の一部改正につきまして、児童家庭支援センター所長、説明をお願いします。これがない。いいですね。ありがとうございます。児童家庭支援センターの所務規定の一部改正ということで、今回ですね、2つの担当係長のポストが来年度ですね、児童家庭支援センターに新設されるということで、その関係で規定改正を行うものです。で、左側が改正後ということで、心理相談担当係長と統括支援担当係長ということで、先日ご説明いたしましたとおり、心理の方は心理職の係長さん、統括支援の方は保健師の係長さん、ポストということになっております。で、次のページに。すみません。これに基づきまして、第3条のところで、係と担当係長の文書事務を整理しております。もともとは今、子ども家庭相談係のところにですね、スクールカウンセラーの業務でありますとか、教育相談の統括、こういった業務を入れておりましたが、どちらも心理系のですね、相談業務ということで、新たに心理相談担当係長が配置されるということで、そこにくっつけるような形にしております。で、そうですね。この1ページ目の最後の方がですね、心理相談担当係長ということで、もとより相談に対応する上で、心理職の職員をおりまして、そこの支援に関する困難事案の対応でありますとか、そういったことも担いつつ、そのスクールカウンセラーと教育相談を見ていくということをしております。すみません、次のページを。あと、統括支援の担当係長、これは保健師の係長さんということで、保健所と兼務の職員の方が、来年度移動してくるんですけれども、ちょっと担当係長の発令とはならずに、
前回の時は担当係長を想定してたんですけども、結果的には担当係長の発令とならずに、必要な職員は兼務かかるんですけれども、結果的には発令としては、私、所長が事務取扱いという形になります。その保健師の係長さんの下で、必要な連携を図るということで、児童福祉法のですね、改正に伴いまして、子ども家庭センターというご証券と児童福祉の一体的な支援を担うという機能をですね、実施できるように体制を整理するというものでございます。少し文言の整理ということで、児童相談所の準備担当係長と、あとは発達支援係の方に、今、医療的ケア児の支援というのも行っておりますので、それを改めて書いているというものでございます。ご説明以上でございます。はい。相談体制並びに支援等の相談等も充実をさせていくというような形で、担当係長を2人目というようなことでございます。これについて何かご質問があったらお願いします。はい、子育て事業係の括弧9の子ども健やか育み事業に関する具体的にどんな。はい、よろしい。はい。ではですね、ショートステイというんですけれども、ちょっと親御さんのご都合で、ちょっとお子さんの療育が一時的に難しい場合にですね、ちょっとお預かりするような事業ですとか、そういったものをこの中にやっておりまして、事業の名前がそうです。健やか育み事業と。はい。中身としてはそういったお子さんの預かりですとか、ショートステイの事業で。他にございますでしょうか。よろしいですか。はい。それではこれは議案ですので、採決を取ります。賛成の協議員は挙手をお願いします。はい。全員賛成により可決されました。続きまして、議案第12号、千代田区教育研究所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則につきまして、子ども総務課長説明をお願いいたします。はい、子ども総務課長です。千代田区教育研究所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則につきまして、先ほど皆様におかれましては、PMO 神田須田町の教育研究所と、それから児童家庭支援センターの一部を移転するところを視察していただいたところでございます。でこちらにつきましては、4月の1日から住所を神田桜館から千代田区神田須田町 1-4-4、すなわち PMO 神田須田町に移すというところの規則改正をお願いするものでございます。議案部につきましては、こちらの通りでございます。ご意見賜りますようよろしくお願いいたします。説明は以上です。令和6年4月1日からとするということですよね。はい。これについては何かご質問ございますでしょうか。一応明らかにした今日ご覧になったところですね。気がついてたらということでよろしいでしょうか。それではこれも議案ですので採決を取ります。賛成の協議員は挙手をお願いいたします。はい。全員賛成により可決されました。続きまして、議案第13号、千代田区子育て教育ビジョンにつきまして、教育政策担当課長説明をお願いします。子育て教育ビジョンでございますが、2月にパブリックコメントを行っておりまして、また前回の教育委員会で協議として最終案をお示しさせていただいたところでございます。今回議案として付議をさせていただいております。内容につきましては、これまでも何度かご確認をいただいておりますが、改めて本ビジョンの位置づけなど簡単にご説明をさせていただければと存じます。こちら、下のページの3ページでございますが、子育て教育ビジョンでございますけれども、改めて教育委員会として目指すべき基本的方向性を示すものでございます。合わせまして、教育基本法に規定する教育振興基本計画という位置づけで策定をするものとなってございます。また、ビジョンの期間は来年度、令和6年度から令和10年度までの5年間といたします。
そして、このビジョンの体系でございますが、基本理念、目指す子どもたちの姿、ご覧の通りでございまして、それを踏まえまして、基本的方向性7つを設定をしてございます。そして、それぞれの基本的方向性ごとに、現状と課題、それから施策の方向性、そして、目指すべき姿について記載をし、教育委員会としての考えをお示ししているというような立て付けになってございます。また、ビジョンの概要版、それから子ども版につきましても作成をしているところでございます。簡単ではございますが、ご説明以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。何回か協議を重ねてまいりました。教育ビジョンについて何かご感想でもご意見あれば、またもちろん質問でも結構ですのであればよろしくお願いします。いかがでしょうか。はい、山下さん。はい、こういうふうにきちんときれいにまとめていただきありがとう。ページにある QR コード今回出てきてるんですけど、これはこれをかざすと何に飛ぶのか教えてもらっていいですか。はい。はい、制作課長。はい。こちらのユニボイスというものになっておりまして、目の不自由な方用の専用のアプリがございまして、そちらで読み込むと読み上げをしてくれる機能になっております。ちょっと普通のスマホの QR コードで読み込んだだけではダメで、専用のアプリから読み込まないとなんですけれども。このユニボイスの案内っていうのはどこかに出てくるのですね。特にご案内自体はこの冊子にはないので、ちょっとホームページでもこちら掲載いたしますので、そこでご案内ができるようにしたいと思います。きっと普通の方、一般の方がかざしてみて、どこも飛ばないっていうことがあるかもしれないと思うので、そうですね。はい、この QR コードがどういった意図で付けられているか、その辺の案内をホームページなりでしていただけた方が親切かなと思って。かしこまりました。ありがとうございます。冊子にそれを載っけることは可能ですね。ちょっともう入稿が、進んでしまってございまして。はい。ホームページで、はい、多分なんかやりそうでちゃいけないと思うんですね。やる方もいるかもしれない。何も出ないと思って勘違いされたことが。はい。他にございますでしょうか。よろしいですか。はい。では、こちらもですね、議案ですので採決を取ります。賛成の教育委員が挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。全員賛成により可決されました。続きまして、議案第15号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則及び学校職員の職務、及び議案第16号、学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規定等の一部改正につきまして、一括して指導課長説明をお願いいたします。はい、指導課長です。それでは私からは、議案第15号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正について、今画面でお示ししているものになります。それから、議案第16号、学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規定等の一部改正等に関する、議案につきまして、どちらも、勤怠管理システムのリプレイスに関する、内容に、関わることですので、一括して、ご説明をさせていただきます。資料、こちら今画面に表示させていただいております資料をもとに、説明をさせていただきます。まず、公版の1、趣旨ですけれども、令和6年1月に、千代田区職員の勤怠管理システムのリプレイスが行われました。幼稚園教育職員も当該システムの対象となっておりますが、その運用につきましては、令和6年4月1日から開始することといたしました。
運用にあたりまして、関連する教育委員会規則及び教育委員会規定の一部を改正するものとなります。項番の2、改正する教育委員会規則及び改正内容についてですが、まず、勤怠管理システムのリプレイスについて概略を簡単にご説明させていただきます。千代田区では DX 戦略を推進しておりますして、人事給与にかかる関係書類をペーパーレス化するために、勤怠管理システムから電子申請できるようシステムの更新を行ったということが、主な今回の改良点の背景となってございます。改正する教育委員会規則は3件となります。まず1件目、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の改正となります。こちらは深夜勤務の制限、超過勤務の免除、制限、早出、遅出勤務の承認を受けた者の育児や介護の状態に変更が生じた場合の状況変更届について、書面以外に勤怠管理システムでの入力も行えるように改めるものでございます。続いて2件目ですけれども、こちら、幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の改正となります。給与の口座振替、扶養家族届、給与の減額免除等において、書面以外に勤怠管理システムでの入力申請もできるように改めるものでございます。3点目が幼稚園教育職員の住居手当に関する規則での改正でございます。こちら届け出において、書面以外にも勤怠管理システムでの入力の申請もできるように改めるものでございます。続きまして、項番の3、改正する教育委員会規定及び改正内容ですが、まず1件目は、学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規定の改正になります。職務に専念する義務の免除申請及び承認権者の承認について、書面以外に勤怠管理システムでの入力申請及び承認ができるように改めるものでございます。2件目が学校職員職務取扱規定の改正でございます。履歴事項、氏名、本籍、現住所等々の履歴事項に変更が生じた場合の異動届等について、書面以外に勤怠管理システムでの入力の申請もできるように改めるものでございます。最後3件目、幼稚園教育職員の通勤手当支給規定の改正となります。改正内容といたしましては、幼稚園教育職員の住居手当に関する規則と同様にですね、届け出において、書面以外に勤怠管理システムでの入力申請もできるように改正するものでございます。項番の4、新旧対象表、先ほど議案の第15号、そして第16号でお示しさせていただきました。こちら、新旧の対象となっておりますので、確認いただければと思います。項番の5、施行期日はいずれも令和6年4月1日となります。説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい。それでは、議案第15号の説明が終わりました。これについて何かご質問ありますでしょうか。要は、勤怠管理システムというワードが入ったということですね。おっしゃる通りです。こちらの方で申請がということです。よろしいでしょうか。これ、議案ですので採決を取ります。それでは、議案第15号についてですね、賛成の協議は挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。全員賛成により可決されました。では続きまして、議案第16号、学校職員の職務専念義務の免除に関する事務取扱規定等の一部改正につきまして、説明はこれからです。これも一括してさせていただいてまいりました。大変申し訳ございません。はい、これについて賛成の協議員は挙手をお願いいたします。はい、全員賛成で可決されました。それでは日程第2報告事項になります。
令和6年7年度千代田区青少年院につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。令和6年7年度千代田区青少年院につきまして、青少年院の交代がございましたので、ご報告をさせていただきます。今回、交代がございましたのがお二人になります。まず、昌平小学校の松井さん、松井千恵子さんが種房智子さんに交代となります。続きまして、神田一橋中学、木曽さゆりさんから大前真澄さんに交代となります。報告は以上でございます。はい。では、つきまして何かご質問がありましたら、お願いいたします。2名の方の変更ということです。よろしいでしょうか。はい。続きまして、教育委員会に対する陳情につきまして、子ども総務課長説明をお願いいたします。はい。陳情を今ご覧いただいております。2024年度における公正な教科書採択のためにということで、日本出版労働組合連合会、教科書対策部から陳情が出ておりますので、報告し、共有をさせていただきます。主なポイントといたしましては5点ございます。ご覧いただいている通りでございます。さらに、面に行くとですね、それぞれの要望事項が詳細に記載がされているところでございます。後ほどご確認いただければと思います。陳情につきましては、報告をさせていただき、共有をさせていただくというところにとどまらせていただいております。報告は以上でございます。この件について、ご質問ありましたらお願いいたします。はい、一通り読んでみたんですけれども、今まで私たちがやってることは、なんか、ここに反してはやっていないのかなっていうふうに思っているんですが、なんか皆さんそういう認識なのか、ちょっと一応確認したくて、ここが、一応だから足りてないとか、なんて言いますか。皆さんの方ではどうですか。特に採択で、特にこの何回。大丈夫かなと思って読んでたんですけど。責任と権限はもちろん教育委員会でございますけれども、これについて考えて、特にここっていうことはない。よろしいでしょうか。はい。ということで、はい。ありがとうございます。続きまして、軽井沢少年自然の家の検討状況につきまして、教育政策担当課長説明をお願いいたします。軽井沢少年自然の家でございますが、ちょうど昨年度3月、1年前頃ですね、その基本構想について、本委員会でご報告をさせていただいたところでございます。また、昨年度、令和4年度は、教育委員の皆様にも現地に足を運びいただいたかと存じます。今年度、令和5年度の検討の内容ですとか、来年度以降の考え方について、年度末で大変恐縮でございますが、ご説明をさせていただければと存じます。ただ、改めて軽井沢少年自然の家についてでございますが、学校の移動教室ですとか、自然体験交流教室などで利用してきた施設でございますが、平成28年度から老朽化などを理由に使用を休止しているという状況でございます。それ以降、区議会の方からもその活用についてご要望をいただいてきたところでございます。資料の項番1、これまでの経緯のところでございますが、令和2年度には予算決算特別委員会や予算特別委員会において売却はしないということを確認しますとともに、まずはその費用対効果などの前提条件なしに検討してほしいんだといったようなご意見を受け止めまして、令和3年度から、子ども部の方で検討を開始したという経緯がございます。令和3年度には在り方検討の報告書を取りまとめまして、令和4年度は基本構想を策定したといったところでございます。後半に今年度の検討内容でございますが、今年度施設整備に向けた基本計画の策定と、実際に施設を運営する場合の事業手法について検討を行ってきたところでございます。
交番3以降でその内容についてどのようなことを検討してきたのか、かいつまんでご説明をさせていただきます。まず交番3でございますが、この軽井沢少年自然の絵の、施設の現状と課題でございます。昭和61年に竣工しておりまして、35年以上が経って経年劣化が進んでいること、それから設備が現代の生活様式に合っていない、これはご覧いただいたかと存じますが、トイレが男女共用であったりですとか、お風呂が男女の大きさが違うですとか、そういったことがございます。それから体育館と食堂が共用など衛生面に課題があるといったところもございます。また、都市計画などの問題で、今の施設より規模を大きくしたりですとか、利用できる対象者を広げたりすることが難しいという状況もございます。交番4でございます。施設の活用方針としては、以前と同様、学校利用を主目的としつつ、稼働率や採算性向上のために、区民の方など一般の利用率向上を目指すことと指定いたしました。また、交番5でございます。基本計画策定にあたりましては、子どもたちにも意見を聞いております。授業版ワークショップですとか、生徒会サミットで、新しい少年自然の絵をどのようにしたいかというところを話し合ってもらって、子どもの意見を吸い上げるという取り組みを行っております。こちらには記載ないんですけれども、子どもたちの方からは、食べるところと運動するところを分けてほしいですとか、運動ができるようにしてほしい、それから露天風呂やサウナが欲しい、スポーツ合宿などを受け入れてほしい、軽井沢町ならではのことをしたいといったような意見、様々な意見が出たところでございます。続いて交番6でございます。一般利用のニーズについてもアンケート調査を行っておりまして、リニューアルした軽井沢少年自然の絵を利用したいかという質問には、約6割が、条件が合えば利用したいと答えていただいていまして、ではどのような条件が揃えば利用したいかという問いには、安価で利用ができること、そして会議室や体育館など使いたい設備が併設されていることという意見が多くございました。ここまでの検討や意見などを踏まえまして、交番7にお示ししているように、施設計画を整理をしたところでございます。左側が現行施設の面積、右側が計画面積でございます。詳細のご説明割愛させていただきますが、施設の課題を解消して、またニーズに応えながら学校の宿泊行事で利用するための機能を備えた内容規模となるように整理をしたというような表でございます。ここまでが基本計画としてどのような施設にしたいかといったような検討内容になってございます。最後に交番8、事業手法や事業経費、コストですね、の検討を行ってございます。施設整備、それから管理運営にあたりましては、より良いサービス提供と合わせまして、区の財政負担の軽減が必要と考えてございます。そのため、民間の活力を活用した手法、いわゆる PFI ですとか、そういったものの手法も含めて検討しまして、さらにコストの比較を行ったところです。コスト比較の結果が交番8の表でございます。いわゆる従来手法、公設で指定管理をした場合で約56億円、それから DBO や PFI で整備運営した場合でも、だいたい54億円程度が施設整備とその後の20年間の管理運営にかかるといったような試算になってございます。以上、ここまでが今年度の検討の内容となってございます。これを踏まえましての結論でございますが、ここまで教育施設としての活用について、約3年間ほど様々な検討を行ってきたところでございますが、最後の最後にコストについて改めて検討したところ、こういったような結果が出たというところがございます。かなりその多額の経費がかかるといったところ、それから今現在は子どもたちそれぞれの学年で、嬬恋ですとか箱根ですとか、宿泊行事しっかり行えているといったようなことを踏まえますと、やはり来年度以降、整備に向けて次のステップに進むといったところがですね、ちょっと難しいというふうに、子どもとしては考えてございまして、教育施設として、この敷地を活用していくことについての検討というのは、ちょっとここで一旦取りやめをしたいというふうに考えてございます。
今後につきましては、子ども部だけでなくて、区全体でこの土地の活用策を検討するといったような流れになるかと考えてございます。簡単でございますが、ご説明以上でございます。3年間いろんな検討ありがとうございました。何かこれについてご質問ありましたら、お願いいたします。はい、長崎。これまでの経過のところで、令和3年にその費用対効果ありきではなくっていう一言があって、で、理想となるものを計画して、で、コストがああいうことになった。で、これ、最初のその無駄なものは後から省くなどっていう文言も出てますけど、コストにならないようにっていう、これから何か計画というか、何か省けるものを探すというのも行わず、とりあえず一旦これでストップというところになってしまうんです。今お示ししているコストですとか、この計画、この7番でお示ししているようなものというのが、基本的には先ほどお話ししたような学校利用を中心としながら、やはりそれだけだとどうしても稼働率が低くて、施設の空き日数が多くて、やはりなかなかもったいないところがあるので、一般利用もなんとかというところで、考えたところではあるんですけれども、それを踏まえても、やはりこれだけのやっぱりコストがかかってしまって、なかなかもし PFI などでやるとすると、事業者さんに手を挙げていただかなきゃいけなくなるんですけれども、その場合ですと、やはりかなり区の方から、なんていうんですかね、赤字を補填するような、支出をしないとなかなか事業者さんの手が上がらないような、今試算になっておりまして、一方でこういった宿泊施設、一般の方の利用を踏まえますと、やっぱり民間の方の、ノウハウといいますか、そういったものは必要だというふうに思っておりまして、そういったことを、様々複合的に考えますと、やはりちょっと、なかなか一歩を踏み出すのが難しいなという状況でございます。ありがとうございます。はい、水井委員。これは、この3番の都市計画や法令上の観点から現行施設より規模を大きくしたり、利用者を拡大したりすることが困難でありますけれども、例えばここを売却しちゃったとして、その後、そこに立つものは、これには縛られない。そうですね。はい。まず売却はしないというお約束を議会とさせていただいているので、それはないかなというふうに思ってはいるんですけれども、ここの土地がですね、第一種低層住居専用地域でございまして、基本的には住宅ですとか、周りが結構別荘街でございまして、そういったものしか建てられない前提になっております。ただ、この軽井沢少年院自然の家については、建築基準法の特別な許可をいただいて、この保養所といいますか、用途として旅館という用途で、特別に許可をもらって、建てているという経緯がありまして、それは学校利用であるとか、区民利用であるというのを前提にしているというような状況があります。そのために、区民以外の方に利用を広げて、もっとたくさんの人に来てもらおうとか、そういったところが難しいというのと、あとはその第一種低層住居専用地域で、建蔽率、容積率が20%になっておりまして、今もかなりパンパンな状態で建てているので、今より規模を大きくして人を呼び込もうとか、というのもなかなか難しいという状況ということをここで記載させていただいています。向かい側にメレーズがあります。ここは、だから区民利用の宿泊。はい、考え方。そうですね。メレーズも条件としては同じなんですけれども、区民利用の、研修施設というところで、用途旅館として許可を取っておりまして、同じように、区民の方を限定とした、施設というところになっております。ありがとう。
ないという前提はいいらないはい。他にご質問ありますでしょうか。はい。それでは続きまして、いじめ不登校適用指導教室の利用状況、2月分につきまして、指導課長、説明をお願いします。はい、指導課長です。それでは、令和6年2月のいじめ不登校拡張教室の状況について報告をいたします。今回ご報告させていただくのは、2月末の報告にはなりますけれども、今年度、最後の報告となりますので、昨年度末との比較、およびその対応についても合わせてご報告をさせていただきます。まず、いじめについてですけれども、今年度の累計は43件となっております。2月末の時点での未解消件数は、先月からの継続が19件、新規が2件で、合計未解消件数は21件となっております。また、2月末の時点で解消が3件あり、今年度の解消は22件となっております。ちなみに昨年度末の時点での累計が36件であったため、今年度2月末の時点と昨年度末の累計数よりも、2月末の、今年度2月末の時点で、昨年度末の累計数よりも増加しております。いじめの解消にあたっては、いじめ防止対策の基本的な方針にのっとりまして、必ず本人及び保護者に状況を確認するよう、各学校に依頼をしているところでございます。続いて、不登校者数についてです。2月末時点での不登校者数は、小学校が36名、中学校、中等教育学校が58名、合計94名となっております。解消や転学等で2月末の合計数に含まれていない今年度の累計数は101名となっております。ちなみに昨年度末の時点での累計が122名であったため、今年度2月末の時点では、昨年度末の累計数よりも減少傾向にございます。各学校に対しましては、引き続き児童・生徒、家庭と細やかに連携を取りながら、本人や家庭の思いを尊重しながらサポートするように依頼をしているところでございます。最後に、白鳥教室の利用者数。2月末の時点での利用者数は20名、登録者数は37名となっております。昨年度末の時点では登録者数が33名であったため、今年度2月末の時点で昨年度末の累計数よりも増加傾向にございます。今後も各学校と共有した児童・生徒に関する情報をもとに連携を取りながら対応を進めてまいります。いじめ、不登校、白鳥教室に関するそれぞれの報告は以上となりますけれども、年度末および新学期を迎えるにあたりまして、新旧、新学が伴うことから、校内および学校間での細やかな引き継ぎを行うことで、子どもたちが安全安心して学校生活が送ることができるような学校体制の構築について引き続き指導、支援してまいりたいと考えております。本件の報告は以上となります。はい、ありがとうございます。質問ございますでしょうか。佐藤委員。いじめの、今年度の解消が22件ということで、昨年と比較してどんな感じでしょうか。指導課長お願いします。はい、指導課長です。昨年度3月末の時点での解消件数は28件となっておりますので、今年度2月末と比較いたしますと、解消のパーセンテージでいうと、今年度が下がっていると
いうような傾向にあるかと思います。そうですね。いじめの解消もそうですが、やっぱり重大事態になるかどうかというね、いじめの件数よりも大事なことかなと思いますので、この辺を特に今後注意しながら見ていきたいなというふうについてはそう思っております。それから不登校数は減ってます。拡張教室は増えてるんですね。不登校者数は減少傾向にありますが、白鳥教室の登録者数は増加傾向にございます。ということで、不登校数が減ってるかなとは思うんですが、白鳥教室の増加以上に減ってるので、なんか別の白鳥教室以外の要因っていうのは、リモートを使ったりとか、なんかそういうのもあるんでしょうかね。他に要因がもし今分かれば、教えていただければと思います。はい、指導課長です。不登校傾向にあるお子さんに関しましても、学校の、授業、を、教科、にもよりますけれども、オンラインで、見ることができるようにしたりですとか、またそれを学校によっては、授業の内容によっては出席扱いにするですとか、そういった柔軟な対応をしておりますので、そのあたりも影響しているのかなというふうには感じております。ありがとうございます。これからの来年度、特にスペシャルサポートルーム、充実をする、高校対策をかなり地道にやっていくということでは、高校数がもっと減るのかなっていう期待はあるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。はい、指導課長です。スペシャルサポートルームにつきましては、小学校、中学校、中等教育学校全11校で設置をするということで、場所等の確認もしているところです。また、体制につきましても、各学校に調査をさせていただきまして、新たにスクールライフサポーターの配置ですとか、その方を中心に、校内生活指導担当という形ですとか、学年対応ですとか、そういった校内一体となった組織体制で対応していくというような状況が構築されつつあるかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。また来年一つ、重点的に対策が取れるといいかなというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。他の委員さん、ここについてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは日程第3、その他事項になります。教育委員会行事予定表、候補千代田4月5日号、教育候補確認し、掲載予定事項の確認につきまして、子ども総務課長お願いいたします。はい、子ども総務課長です。それでは私からは3件、続けて、ご報告をさせていただきます。まず教育委員会の行事予定表でございます。ご覧いただいている通りでございます。3月26日から5月6日までの予定が記載されております。前回ご指摘いただきました経営方針等説明会について開始時間記載してございます。1回目、4月15日の1回目は9時半、4月18日の2回目は9時から、4月19日3回目は9時から、最後4月22日4回目は9時からというような形となってございますので、ご確認をいただければと思います。なお、ちょっとこちらの予定表にはまだ記載ございませんけれども、ゴールデンウィークの日程でございます。後ほどまた皆様にご報告をさせていただきたいんですけれども、第2、第4火曜日はお休み、第2火曜日は5月14日に、これゴールデンウィークのために休会とさせていただきたいと考えています。で、その変更代替案なんですけれども、5月の21日、第3週目の火曜日、5月21日。5月はこの5月21日のみの開催とさせていただき、終了後、そうですか、というような運びにさせていただければと考えております。第4の5月の28日、第4火曜日の5月の28日は、21日に日程を変更させていただきますので、休会とさせていただければと思います。
従いまして5月の教育委員会は5月21日のみということで、検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、広報原稿一覧をご覧ください。こちらになってます。4月5日号でございますけれども、子ども部からは3件ございます。子ども総務課から自然体験隊参加者と中学高校生ボランティアを募集ということで、青少年委員の催しでございます。毎年行っております、千葉県木更津市方面、こちらで自然体験隊を企画をしているというところでございます。それから2番目につきましては、先ほど教育政策担当課長から説明ございました、千代田区教育と文化に関する大綱及び千代田区子育て教育ビジョンを策定しましたということで、広報をさせていただきます。それと3つ目、次世代育成手当、これは子育て推進課、区独自制度の申請を忘れずにということで、周知をさせていただくというのでございます。その他、地域振興部の文化振興課から3件、障害学習スポーツ課から16件ということで、4月5日号につきましては、都合22件ということで、掲載をさせていただくことでございます。それから最後、教育広報架け橋でございます。6年度分の掲載内容を、今予定しているところを書かせていただいています。6年度につきましても3回の発行を予定しております。6月と、それから12月と、それから年明けまして、の3月。ということで、まず、時の令和6年6月につきましては、入園式、入学式の特集、それから先日行われました千代田学の内容、それから森林公園長の紹介、アンザーシメールの紹介、それから最後に教育委員会の開催状況ということで、掲載を今予定しておるところでございます。なお、6月号からタブレット版から A4 版に規模を縮小をしまして、内容をぎゅっと絞った形で、駆け足発行させていただきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。報告につきましては以上でございます。経営方針と説明会については、開始時刻が9時ということ。終了は11時だけ9時半って11時10分の時間とか、いくつかあるんですが、はい、教育委員の皆さんにはすでにご連絡をいただいて。あ、そうですか。こちらだけ9時半から。終了時間もご案内いただいているということで。はい、午前中で。はい。はい、じゃあ、この3点何かご質問ありましたらお願いします。はい、では先に。すみません。3月29日の臨時会、一時予定表に15時って記載があった時もあったんですが、14時ということで大丈夫です。はい、子ども総務課長です。これ、3月29日は14時から。14時。はい、承知しました。14時ということ。ちょっと何15時 ?14 時。14時。はい。14時からというふうになってたらしいんで、14ということで。はい。14ということで。14です。はい。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、じゃあ、よろしければ、それでは教育委員会、教育委員から情報提供ということで、またお願いします。はい。まず1番目が、読売新聞の3月22日に出てた、誰でも通園っていうんですか、俺らの終了のに問わず来月からこれが施行されると。それから日経新聞の夕刊の3月7日の日に、
認可保育園の年度途中に入園に限られる選択肢、経済的事情を持って、その2つの事情を出していただいて、これを4月から施行されるので、親が働いているかどうかにかかわらず、保育施設の利用できる制度が4月以降、施行されるようですが、これまで手薄であった未就労の親へのサポートが拡充されるというふうに私は捉えているんですけども、トークでの需要とその対応はどのようになるでしょはい、わかりました。じゃあ、子育て推進課長。はい、推進課長でございます。誰でもペイ制度につきまして、整備の担当から私の方から回答させていただきます。子ども誰でもペイ制度、この読売の記事にも掲載されている通りですね、やはり保護者の方の、いろいろその負担感の軽減であるとか、また孤立感を解消したりだとか、また預けるお子さんの成長や発達が促されるなどのメリットがある、こういったいろいろなメリットがある制度だというふうに、私も思っているところでございます。こうした一方で、さまざまなその状況のお子さんを、お受けするということになりますので、こうしたさまざまな状況のお子さんに対応するための体制づくり、どうしたらいいかっていうところ、こういったところをやっていくためには、細かくというか、丁寧に検討していく必要があるんだろうなというふうに思っていると思います。で、ご質問のですね、そのトークでの需要と、その対応はどうしていこうかというところですけれども、まさにですね、今、ニーズ調査、子育て世帯のに対しまして行っているところでございまして、その集計と分析を今進めているところでございます。その中、ニーズ調査の中でもですね、その子ども誰でも通園制度のその利用意向、その保護者の方の利用意向について、聞いているところもありますので、そういったその傾向とかもですね、見ながら、今後については、千代田区として、やっていくのかどうかっていうところも含めて、その方向性等について、このニーズ調査の結果なども踏まえながら、考えていきたいというふうに考えているところでございます。ですので、現状についてはまだ、ちょっと需要がどうだとかですね、方向性どうだ、千代田区でどうするんだっていうのはちょっと決まってない状況でございますけれども、そういったニーズ調査、またあと、他の区でもですね、今、この4月から試行的にやるところもあるので、そこら辺のその実施状況なんか見ながら、検討していきたいなというふうに思っているところでございます。まだこれに対応するのは、ある程度限られた区だけってことになるわけなんですか。今のところ、新聞のいろいろな状況によりますと、4月から施行するところがですね、一応108あるというふうに聞いておりまして、全国の自治体1700ぐらいあると思うんですけれども、多分5、6% ぐらいのところが、やっていくっていうような状況になってくるかと思います。で将来的にはこういう方向になっていくっていう感じなんですね。国ではそのようになっておりますので、千代田区でまずどうだろうかというところを見ながら、検討していきたいという。検討中でございます。これから詳しく検討していくという流れでございます。はい、未就園児、未就労の親へのサポートっていうのを千代田区、これが出る前からずいぶんやってましてですね、児童館等での一時預かり保育っても時間単価で、これは就労の有無に関わらず、時間単位で預かってます。それからその子育て広場事業って児童館なんかの午前中で、未就労のお母さんたちが預かって、集まってイベントやったりして情報交換できるような機会の場を設けているので、そういった意味での対策はしてます。ですので、急は要さないんですけども、今、担当課長申し上げた通り、保育園に空き定員が徐々に出てきたので、機能転換を図って効率的な運用をしようという中で、この機能を入れようじゃないか。ただ、入れるにあたって今、ニーズ調査をしてますので、ズバリこの誰でも通園制度っていかがですかみたいな聞き方してますので、その声を聞いて、そっちに転換していく、もしくは、もう保育園辞めちゃうような私立保育園のところは、そこに転換するっていうような施策を展開していこうっていうところです。わかりました。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。2番目もこれ、我々質問、見ておりますので、2番目については、指導課長じゃ対応。はい、指導課長です。ご質問はこの文章の通りということでよろしいでしょうか。はい。はい、まずですね、記事によりますと、チーム担任制と
いうところの記事かというふうに、拝見しておりますけれども、まず、従来の、制度、多くの学校でやっております学級担任制、そして、今回記事に載っておりますチーム担任制というところで、それぞれ、一般的にはメリット、デメリットがあるんではないかなというふうに考えているところです。簡単に申し上げてしまうと、チーム担任制のメリットといたしましては、例えば担任と関係性が構築しにくい、お子さんにとっては、多くの、先生方と関わりを持つことができるですとか、複数の教員で、子どもを見ることができますので、より子どもたちの良い点が、見やすいとか、OJT の観点から、教員側ですけれども、経験豊富な教員の指導を若手の教員が見ることができるとか、そういったメリットも、あるのかなというふうに、感じております。また一方で、本区、区立中学校でも、同様の、全員担任制というような制度を採用してまいりました。今申し上げたようなメリットも多くある中で、デメリットといたしまして、例えば積極的に複数の教員と関われないお子さんについては誰に相談していいか分からず困るとか、責任の所在がはっきりしないために対応が遅れるケースがあるとか、そういったことも報告をされております。そんなところから、区立中学校においては、一部、制度の見直しを図っているところでございます。なお、記事にもございます、外部人材の活用につきましては、東京都の制度でございます、エデュケーショナルアシスタントですとか、もございますけれども、本区においては、スクールライフサポーター、スクールサポートスタッフ等々を区で独自で採用している関係から、そちらの方をより効果的に活用するというところで、まずは進めていきたいというふうに考えております。また、働き方改革の観点から申し上げますと、特にチーム担任制について、働き方改革との関連で特化した調査をしたわけではございませんので、正確な効果、成果については不明ではございますけれども、対応が迅速になるですとか、そういった点では、ある程度、一定程度の効果はあるんではないかなというふうに想定をしているところでございます。以上です。はい。すみません。多くの中学でこういうチーム担任制みたいなのを今までやってたのを、それを今戻してるっていう考え方でよろしくお願いします。はい、指導課長。はい、指導課長です。戻しているという表現が適切かどうかは分かりませんけれども、現状の、課題をしっかりと見極めた上で、改めてより適切なやり方に整えているというような形で学校は捉えて、進めているところでございます。はい。よろしいです。はい。じゃあ次3番ですね。はい。3番もこのままでよろしいですか、質問としては。はい。はい。じゃあこれも指導課長に会話になります。はい、指導課長です。3番の記事でございますけれども、こちら、個人情報の保護の観点が不備ではないかというような記事だったかというふうに認識をしております。まずこの読売新聞の方の調査につきましては、本区でも12月に回答をしているところでございます。本区においては、個人情報に関しましては、端末のリプレイス時、こちらの時に着用書と一緒に個人情報の利用目的の記載をした規約を明示しております。そのあたりの不備を記事では伝えていたかと思いますので、本区においてはこの記事、不備にというところには該当しておりませんので、ご安心いただければというふうに思います。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、次は、4番目でございます。標準服等の関係です。はい。これもこのままでよろしいですか。はい、ちょうど4月で年度替わりになるんで、ここにも書いておりましたけど、政府標準服っていうのは一応決めるとある程度形が決まっちゃうんで、納入要素を変えるってもなかなか大変なんだと思うんですけども、その辺の選定の適正価格でなってるのかどうかっていうのは、そういった観点からチェックしてるっていう部分もあるんでしょうか。
これについては学部課長よろしいですか。はいはい、学務課長です。はい。ご質問の、千代田区の中学校2校ですね。神田小島中ですね。標準服という形でですね、取り扱いはですね、それぞれの学校同じなんですけども、指定取扱店ということで、神田小川町にございます原急洋服店というところが取り扱っております。そちらでですね、採寸、注文の受注をやっているということで、長年のお付き合い、地元ということでですね、それから店舗に赴いて採寸や注文をしたり、また学校説明会に、やはり地域、地元でですね、一番利便性がいいということで、使われている。従前ですね、三越日本橋の、区境越えたところにあるので、そちらも神田一橋と使っていたということは伺っておりますけれども、撤収してしまってですね、そういった学生服のという。現在は中学校2校はこの原急洋服。そして更新したりするときにはですね、例えばですね、学校内にですね、標準服の検討委員会などをですね、設置してですね、そしてデザインや質等々ですね、検討の上ですね、更新したりしている。そして、今年、6年度入学のですね、際のご案内からですね、両校ともですね、ブレザーやですね、学ラン、昔ながらですね、爪入り、セーラー服、いろいろ全国であるんですけれども、中学の中学校の場合には、ジャケットですね、それから下についてはズボン、スカート、また麹町中などはキュロットも用意しているということですね。組み合わせはですね、A 型、B 型、C 型と3パターン用意されております。これはLGBTQ 等への対応も含めてですね、そういったバリエーションを用意している。で、申し上げますと、神田一橋中のジャケットがですね、これ税込みで25,000円で安いです。それから神田一橋中の今男女兼用のジャケットです。そして麹町中学が、A 型、主に男性用のジャケットが25,630円。それからBC のジャケット、女性、主に女性用が27,990円ですね。ですから、この新聞記事、私も読みましたが、この公正取引委員会の調査によると、例えば、ブレザーですと最高が55,000円、最安が18,000円で、価格差が37,000円あるというふうに書いてあるんですけれども、トークの場合はそういったことで2万円台、2万円少しっていうの言っても25,000円台ということでですね、そこら辺のですね、価格面はですね、各コートもですね、非常に安価でやはり丈夫なものっていうのを一番主眼に置いて、この標準服を決める際の、一番の決め手だというふうに校長先生に伺っておりますので、そういった意味ではですね、当然、こういった動きも学校現場も抑えてますので、そういったことに十分留意しながらですね、標準服の方をですね、決めているというふうに、認識しております。はい、九段中等のどうでしょうか。九段中等です。九段中等については、地元の山カという店と、それと三越の2業者が入っております。で、男子は、今、男子も女性でも爪入りのいいんですけども、1型の爪入りと、そして下のズボンが1型という。で、2型っていうのが、セーラー服とスカート。そして、3型で、セーラー服でもズボンがいいということが、スカートが長くいますので、3つのパターンがあるなんですけれども、基本的に爪入りについては、2社とも23,000円から4,000円。上下ですね。で、スラックスを入れますと、34,000円から5,000円という形で、納入先は、作ってるところはトンボっていう、各地でよく作られているところなので、給付金という感じなんですね。で、セーラー服につきましては、スカートも含めて、
がリボンを含めると、2万8000円から3万円ぐらいという形なので、ここでいう金額の中間あたりにするのかなというふうに感じています。はい。ありがとうございます。非常にトークの場合、非常に制服がオリジナリティがあって、結構魅力的な標準服になってると思うんで、それの価格とのバランスをぜひね、チェックしていただければという、今お聞きしたら非常に安価だと思いますので、よろしいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。学校現場にもお伝えしてですね、共有しつつ、今後も留意していきたいと思います。多分子どもたちもすごく好評だと思うんだよね、うちの制服っていうのは、標準服っていうのかな。ありがとうございました。じゃあ5番目に行きます。保健室の在り方とか、医療事ケアっていうのはまたこっちは吉田所長の方になるのかもしれません。まず指導課長の方に。はい、指導課長です。まず、保健室の機能に関しましてですけれども、当然のことながら、怪我の処置をはじめですね、発育測定、各種検診、保健指導、それから、これは子どもたちだけではなくて、教職員や保護者の方の相談の対応など、多岐にわたっているところです。本当に子どもの心と体の健康だけではなくて、教職員、保護者の方にとっても、相談機能というところで、大きな支えとなっている部分があるのかなというふうに感じているところです。また、イケア児の対応については、指導課の所管である幼稚園、こども園、小学校、中学校、中等教育学校においては、イケア児の受け入れは現時点ではございませんが、もし、仮にそういったお子さんが入園・入学してきたときに備えまして、養護教諭、基本的に、看護師の資格がございませんので、イケア児の対応ができませんので、そういったお子さんの入園・入学に備えて、看護師の配置をする予算を確保しているような現状はございます。そうしますと、今現状ではこの医療ケア児っていうのはいないってことなんです。番長指導課の、所管のところにおいては、イケア児の対応する必要のお子さんはいない。そうです。保育園等とか、何か補足があれば。多分学校はごめんなさい、すみません。特別支援学校に通ってらっしゃるお子さんがいらっしゃるか。相談保育園の方。はい、どうぞ。保育園の。あります。はい。よろしいですか。ありがとうございます。にはいますよね。そうです。はい。児童家庭支援センターで把握しているのですと、神田児童館でとか、あと放課後等デイサービス、はい、ご利用の方いらっしゃると。基本的に学校の養護教諭は、教員の健康管理はないですから。子供、いわゆるサービスっちゃおかしいですけど、やってくれる。出ますけどね。基本的には、職務の中には、入っていないっていう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、ここからは、秘密会に入ります。